はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルの通りですね、飛行機の中で、どの完全ワイヤレスイヤホンが一番快適に旅をですね、できるかというのをですね、ご紹介していきたいと思います。昨年ですね、ソニーの WF1000X Mark IV が発売されてから、一回ですね、飛行機に乗って遠出した時に、これでもめちゃくちゃ快適でしたよってお話をですね、したんですけども、今回、ノイキャンがですね、さらに強い AirPods Pro 第2世代や、BOSE の Quiet Comfort Earbuds 2がですね、発売されたということでですね、この3つをですね、持って飛行機に乗ってきました。最初にですね、結論から言っちゃうと、AirPods Pro 2が一番いいんじゃないかなと思っています。いろんなですね、YouTuber さんなんかがノイキャン性能をですね、いろいろ比較していて、やっぱりですね、現在だと BOSE の Quiet Comfort Earbuds 2がですね、最強だって言ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、私もですね、こちらのファーストインプレッションレビューを出した時に、普段街使いするんだったら BOSE の方が断然いいという話をしまして、実際ですね、その評価っていうのは今でも変わってはいないんですけども、飛行機の上だと AirPods Pro 2ですね、とても良かったです。今回そちらはですね、飛行機に乗って比較してきまして、こんな感じでですね、しっかりですね、メモをしてきましたので、こちら、その時の状況も思い出しながら、しっかりご紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心に、細かくしっかりとご紹介することをポリシーとして運営しているチャンネルとなりますので、チャンネル登録されていない方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まず今回ですね、検証した環境をですね、ご紹介していきたいと思います。音楽どういうの聴いてたとかですね、どのくらいの音量で聴いたっていうのがですね、違ってくると感想もですね、また違ってくると思いますので、そちらですね、ご紹介していきます。今回ですね、AirPods Pro 2もあるということで、iPhone をですね、持っていって、iPhone で全てですね、接続を切り替えて聴いていたという形になるんですけども、私が持っている iPhone は iPhone 12となります。曲はですね、こちらですね、米津玄師さんのキックバックという今期のアニメのチェンソーマンのオープニングテーマですね。こちらをずっとですね、ループさせて聴いているという形になっています。そして音量なんですけども、一番ですね、iPhone の音量を下げたところから上げていって7段階上げたところで聴いていました。1、2、3、4、5、6、7段階上げたですね、この音量で聴いていたという形になります。ちなみにですね、音楽はもちろんですね、Amazon Music のアプリ内にダウンロードして聴いていたという形になります。こんな感じでずっと聴いていて、もちろんノイキャンオンにしてですね、それぞれ切り替えながら検証していたという形になります。それでですね、実際に聴き比べてみた感想をですね、ここからご紹介していきたいんですけども、まず BOSE からですね、最初聴いていたんですけども、BOSE がですね、私の最初の予想だと一番いいだろうなと思っていたんで、BOSE を聴いていたんですが、BOSE の場合ですとどんな感じに音が聞こえるかっていうのをご紹介していくと、よく飛行機だとですね、アナウンスが鳴る前とかですね、それから CA さんが他のですね、乗務員さんと会話される電話なんかの音でですね、ピンポンってなると思うんですけども、そういう音なんかはノイキャンしていても結構わかるなという感じで、普通に気づけるようなぐらいの音が鳴っています。で、アナウンスに関しては何かですね、CA さんとかが喋っていることはなんとなくわかるんですけども、何を喋っているかっていうのはもちろんわからなくて、その時にですね、何か喋ってるなというのを感じて、外音を取り込みにすればしっかりとですね、聞き取れるというような感じになっています。そして飛行機のですね、飛行音なんですけども、こちらは高めのですね、ビーという機械音っていうのは聞こえるんですけども、音楽も十分聞くことはできます。ただ、もう一段階音量を上げた方が快適だなという感じで、その音がですね、全然気にならないっていう感じではなかったので、BOSEの場合ですともう一段階ですね、音を上げる方が快適だなという感想になりました。そしてですね、外音取り込みにすると、めちゃくちゃ快適にアナウンスの声なんかも聞けますし、CA さんとですね、ドリンク何にしますかっていう話とかですね、そういう会話なんかも普通にすることができまして、めちゃくちゃ快適でした。飛行音が不快っていうこともなかったです。そういう部分でとても良かったかなと思います。そして AirPods Pro は最後にご紹介しますが、昨年発売のソニーの WF1000X Mark IV ですね。こちらもこの2つが発売される前はノイキャンがですね、めちゃくちゃ強力で、とても良かったかなと思っていたんですけども、やっぱりこの2つに比べるとちょっとノイキャン性能が落ちるなと感じていて、まず音楽の音量がですね、BOSE に比べると、1段階ぐらいですね、大きく聞こえるなというのがありましたので、一応ですね、iPhone の音量ですね、一番下から7個目じゃなくて1個落としてですね、BOSE と同じぐらいの音量に揃えて聞いてみたんですけども、そうすると高めの機械音ですね、先ほど BOSE の時にあったようなビーというですね、高めの機械音だけじゃなくてちょっと低めの音も聞こえるなという印象を受けました。でもやっぱりですね、ノイキャン性能に関しては BOSE よりもちょっと劣るのかなっていうのはやっぱり変わらなかったです。アナウンスの声なんかっていうのも何か言ってるなというのはわかるぐらいなんですが、何を喋ってるかっていうことまでは理解するまではいかないという形になっているので、何か喋ってるなと思ったら外音を取り込みにしてアナウンスを聞くとかですね、そういう感じになります。ピンポンっていうですね、音なんかですと、こちらも
もですね、聞こえるので、それもですね、耳には入ってくるかなという感じです。外音取り込みは、BOSE と同じようにですね、アナウンスの声なんかもしっかり聞こえますし、CA さんとですね、会話するときもしっかりとですね、会話できるということで、かなりですね、快適でした。飛行音もめちゃくちゃうるさいということもなく、そんなにですね、不快ではなかったので、これはですね、とても良かったかなと思っています。最後ですね、冒頭でご紹介した通り、私ですね、この飛行機に乗っている上では、AirPods Pro が一番良かったんじゃないかなと思っているんですけども、AirPods Pro 2もソニーと同じようにですね、最初に聞いていた BOSE と同じ音量で聞いていると、1段階ぐらいですね、音楽の音量が大きく聞こえるなと感じましたので、1段階落としてですね、BOSE と同じぐらいの音量にして試してみたんですけども、音量をですね、少し落としたとしても、BOSE の時にあったようなですね、ビーという音なんかも、BOSE よりもかき消されているなと感じがしていて、よりですね、一層静かな中で音楽を楽しめたという形になります。これがですね、とても意外だったんですけども、街中で聴いている時っていうのは、AirPods Pro 2よりも BOSE の方がしっかりとですね、高めの音なんかも消してくれるなという印象で、飛行機に乗り終わった後ですね、電車なんか乗っていても、やっぱりですね、BOSE の方が優秀だなって感じるんですけども、飛行機の中ですと AirPods Pro 2の方がよりしっかりとですね、音を消してくれるなという感じがしていて、なんでそういう現象が起きるのかっていうのはちょっとわからなかったんですけども、より一層ですね、快適に音楽を聴くことができたということになります。ピンポンっていう音だったりとか、アナウンスの音なんかも聞こえなくはないんですけども、BOSE よりもより一層ですね、わかりづらくて、聞き逃しちゃうかもなって思うぐらいの音量になっていてですね、これがですね、めちゃくちゃ快適でしたね。ですので、うるさい騒音が長時間鳴っているような飛行機の中でも快適にですね、音が聞けたっていうのはめちゃくちゃ良かったです。ただですね、AirPods Pro のノイキャンっていうのは、BOSE やソニーにはですね、ないような耳が詰まるような感じというかですね、圧迫感みたいなものはやっぱりあるなと思っていて、これですね、初代の AirPods Pro の時もですね、結構言われてたりしたんですけども、それをですね、感じていまして、そこはですね、ちょっと不快に感じる方もいらっしゃるかなと思いました。耳が詰まる感じというかですね、圧迫される感じが苦手な方だと、BOSE とかソニーの方が快適かもしれないんですけども、そこがですね、あんまり気にならないっていう方でしたら、AirPods Pro ですね、めちゃくちゃ良かったですね。さらにもう一個ですね、AirPods Pro で気になった点は、外音取り込みの時ですね。AirPods Pro の場合は、聞こえる音がですね、めちゃくちゃうるさいんですよね。もちろん、アナウンスの声なんかっていうのはしっかり拾ってくれて、何を喋ってるかっていうのは分かりやすいんですけども、飛行機のですね、飛行音っていうのもめちゃくちゃ大きくですね、聞こえてきまして、ちょっとですね、不快だったんですよね。そこがちょっと気になりましたね。AirPods Pro 2は適応型環境音除去というですね、機能がありまして、外音取り込みにした時にあまりにも大きい音が外で鳴っていると、ある程度下げた状態で取り込んでくれるっていう機能があるんですが、それはですね、飛行機の中ではあんまり聞いていないような感じがしましたね。で、その飛行機の音がうるさいので、アナウンスの音も聞こえるんですけども、飛行音によってちょっとですね、不快だというのがあったので、AirPods Pro の場合はノイキャンで過ごしている分にはいいんですけども、アナウンスを聞きたい時とか CA さんと会話するっていう時は、耳から AirPods Pro を外して聞くとよりですね、快適に使えるんじゃないかなと感じました。はい、こんな感じのですね、感想で、私自身もですね、普段使いだと BOSE の方がですね、やっぱりいいなと思っているんですけども、飛行機に乗っている時だと AirPods Pro のノイキャンがですね、めちゃくちゃ優秀で、どういう理屈でそうなるかっていうのはちょっとわからないんですけども、飛行機をですね、よく乗って出張にですね、よく行く方なんかですと、BOSE よりも AirPods Pro 2を使った方が快適に空の旅ですね、楽しめるんじゃないかなと思いましたね。ただ一方で、その耳がですね、キュッてですね、詰まっちゃう感じというか、トンネルの中に急に入って耳がですね、圧迫されるような感じとか、あと外音取り込みの時に音がうるさいっていう部分は AirPods Pro あったんですけども、それがですね、気にならない方は長時間ですね、飛行機に乗っていて快適に旅できるのは AirPods Pro だなと感じています。一方でその耳がですね、詰まっちゃう感じが嫌いとか、あとはやっぱ外音取り込みにした時に快適にですね、会話したいっていう方は BOSE の方がですね、やっぱり優秀だなと思っていて、どっちもですね、メリットデメリットはあるんですけども、外音取り込みをするタイミングってですね、飛行機に乗っているとそんなにないと思うので、なるべく騒音を少なくして旅がしたいという方ですと AirPods Pro のが向いているかなと思っています。今回の場合です AirPods Pro がですね、一番おすすめという結果となりましたね。今回みたいな結果になりまして、街中で使っているだけだとわからないなと部分があって、私自身もですね、飛行機で使っていて新たな発見でちょっと違う体験ができてですね、面白かったです。周りの人からはですね、この3つのですね、イヤホンを出したりしまったり出したりしまったりしているので、ちょっとどういう目で見られ
えてたかっていうのはちょっとですね、あるんですけども、今回ですね、せっかく飛行機に乗るタイミングだったので検証できてですね、良かったかなと思いました。はい、ということで今回は飛行機に乗るときに使うんだったらノイキャン性能とかですね、外音取り込み性能の比較ということで、こんな感じでですね、ご紹介しました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、これからもチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。